皆さんこんにちは。アルプス歯科の向井です。前回は葬儀師にはもともとの歯の位置や噛み合わせの手がかりが少ないというお話をしました。歯が1本もない口の中に28本の歯をどこの高さにどの位置に並べればいいのか、噛み合わせの高さ、顎の位置、前歯の見え方、その全てをもう一度口の中で作っていく。ここに葬儀師治療の難しさがあります。一般的な義肢作成では型を取り、噛み合わせを決め、歯を並べ、口の中で試して完成へと進みます。これは義肢作成の基本的な流れです。ただ、どれだけ慎重に作ったとしても実際に使い始めてからでないと見えてこないことがあります。その人特有の噛み方の癖、顎の動き、こうしたものは静止した模型上では分かりにくいんです。もし新しい義肢を入れて違和感を感じ、あれ、どこで噛んだらいいんだろうかと頭で考えてしまったら、その瞬間に食事や会話は止まってしまいます。物を食べる、会話をする、笑う、これらは本来いちいち考えながら行っているものではありません。体が覚え、無意識の中で自然に動いています。義肢もこれと同じです。考えなくても噛める、話せる、笑える、そこまでいって義肢は本当の意味でその人の体の一部になっていきます。では、手がかりが少ない中でどうやってその基準を作るのか。なければ作る、そのために作るのが診断用義肢となります。仮の入れ歯ですかと聞かれることがあります。最終的な義肢の前に使うので確かに仮のように見えるかもしれません。でも私はこの診断用義肢を単なる仮の入れ歯とは考えてはいません。これは最終的な義肢の設計図を患者さんの口の中で作るための義肢です。いわば日々の生活の中で形を作る生きた設計図となります。まずこの診断用義肢で毎日食事をし使っていただきます。その中でどこで噛んでいるのか、顎がどの位置に落ち着くのか、唇や頬、舌がどのように義肢に接しているのか、この義肢に粘膜調整剤であるティシコン2ソフトを使い、粘膜の状態を整え、小円の形を決めて動きの情報を義肢の中に記録していきます。そして必要に応じて噛み合わせを直し、形を整え、痛みの出るところを修正し、少しずつ口になじませていきます。これはただの調整ではありません。噛み癖を知り、ギクシャクする動きをスムーズにして、口の周りの筋肉をもう一度自然に動かすための大切なリハビリの時間でもあります。診断用義肢で噛み合わせ、顎の位置、無意識の動きまで整える。そこでできた形を最終的な義肢の基準にする。だから完成した義肢が調整の出発点ではなく、仕上げに近いところから始められる。この差はとても大きいと思います。今はデジタルの技術も進み、義肢作りの精度は昔よりもずっと高くなってきました。でも最後に合わせる相手は機械ではありません。血の通った人間の体です。だからこそわからないままいきなり完成品を作るのではなく、実際に使いながらその人だけの基準を作っていく。遠回りのように見えて、実はこれが一番の近道になる。そこに葬儀師治療の本質があると私は考えています。わからないから基準を作る。それが診断用義肢の本当の役割となります。全11回にわたり葬儀師の世界をお話ししてきました。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。